スパイのバサラカ7月19日放送分のアイドリングトークです。本編の収録準備ができるまでお付き合いよろしくお願いします。はい、じゃあメールいただいてます、はいラジオネーム北海道の花さんからです。はい、健太さん、陽介さん、こんばんは。こんばんは。私はホラーや心霊話が苦手ですが、以前座敷わらしのお便りを聞いて、私も怖くない不思議な話を思い出しました。うん、私怖くない。が中学生の時の話になります、はい。クラスに素朴で素直で明るい霊媒体質女子とオカルト好きな女子の仲良しコンビがいました。うん、ある日オカルト女子がオカルト本にのっとって実行したところ、素朴女子に霊を下ろすことができたというではないですか。ほ私は本当にできるならおじいちゃんを下ろしてみてよと試しに頼んでみました。う、うん、父方のおじいちゃんは私が生まれる前に亡くなっており、思い出話でしか知りません。うん、おじいちゃんはとても怖い人で、息子である私の父もおはようございます、おやすみなさいしか話したことがないと聞いていました。はい、そんな父が高校生の頃、キセル乗車で捕まり、怖いおじいちゃんが身元引受人として父を迎えに来ました。うん、父は殴られる覚悟でしたが、全く叱られなかったのが未だに謎だと私に話していました。はい、おじいちゃんに会えたらなぜ怒らなかったのかを絶対聞いてみたいと思っていました。高齢には成功し、素朴霊媒体質女子に宿ったおじいちゃんにそのことを聞いてみました。はキセル乗車事件を覚えていますか？覚えてる。その時父を叱らなかったのも覚えていますか？覚えてる。うん、なぜ叱らなかったのですか？うん、自分の私利私欲のためではなく、友達を助けるためだったからだというのです。うん、後で父に聞いてみるとその通りでした。父が貧しくて切符を買えない友人に自分の定期券を渡し、うん、自分は切符を不正に購入して捕まったのでした。はい、はい、時を超えておじいちゃんは筋が通った男だったということと、父も友達思いの男だったのだということを知れて、とても温かい気持ちになったのを覚えています。うん、おじいちゃんはこの遊びをしているので忠告しておく、こっくりさんはやらないようにと言い残して、あの世に帰っていきました。信じるか信じないかはあなた次第です。ねで、補足であるんですけど、他にも質問したことは 100% 正解だったとえ、ほうほいうことで、これは不思議な話ですね。う。怖っ。高齢ってできんだ。ね、ほんとなんかだから、この花さんが聞いたことは、花さんが知る由もなかったことを、うん、その高齢したおじいちゃんから教えてもらってたってことだね。はあ、そうか、そうそっか。だからなくなっちゃお父さん、ったんだね。そうお父さんも知らないし、うん、そのなんで怒られなかったかっていう理由を、でおじいちゃんに聞いたら、友達を助けるためだったからっていう。でそれをお父さんに後で聞いてみたら、そういう理由だったってことだね。友達そういうの、ことか。そうそうそう、はあ、すご。すごいよねこれ。不思議。これ信じるタイプ？そういうの、高齢とか霊感とか。いや、信じたいんだけど、うんまだうん触れたことがない。触れたっていうか、うん。この目で見たことはない。そのなんか霊的な何かも。ない。俺もないんだけどね。でも一回だけあるんだけど俺、ない。それこそ陽介も3年目か。上京してきて、うん、上京してくる時にさ、引っ越し先の家うん、どこがいいかって聞いたじゃん俺うん、うらに。ん、で今はさ、いい場所、うん、割といい場所を僕らおすすめして、ここうん絶対ここにしとけと。うん、でその距離が遠いとうんしんどいからっうん、うん、ていう話の元になった場所、もともと住んでた場所があって、はいはいはい、本当新宿から、そこまで40分ぐらいかかる電車で。うん、で駅から家まで20分かかるわけ、徒歩で。はいはい、だからドアトゥードアで新宿まで行こうとすると1時間半ぐらいかかる。うん、でそれを、1日のうちに行って帰ってきてするとさ、往復で3時間かかるわけじゃん、はいはい、かかるね。っていうぐらい遠い距離に住んでた時があって、うん、その時ね、中央線ってすごい、人身事故が多いんですよ。多いね。そう、よく止まるよね。でその中央線で行かなきゃいけないところで、うんうん、駅でその途中で駅名は伏せるんだけど、ある駅でよくね止まるのよ。この駅で人身事故がありましたっていうのを言う駅があって、一区画、うんでそのなんかすげえこうね、満員電車で乗ってた時に、こうつり革に捕まってさ、うんうん、
ぼーっとするじゃん。でも、もう両サイド前後、全員もサラリーマン、みんな背広着て、くたくたな顔して、全員立ってる状態、で座ってるのもサラリーマン、みんなお父さん、で俺はもう釣り革持って疲れたわと思ってぼーっとしてたのそしたら後ろの要はだから背広の背中が見えてる状態だよね。窓見たら窓に映る、窓に自分が映るでしょ。まず映る。その後ろには背広を着た背中が映るじゃん。後ろ？そう自分の後ろ側に、そう反対側に立ってるから、だからもう背景としては真っ黒なわけよ、真っ黒の背広がずらっと背中が並んでる感じ、で立ってたらその背広と背広の間から、本当にねサザエさんの時代に出てきそうな格好のお母さんがずーっとこっち見てるわけ。どういうこと？いや意味わかんないじゃん。背広と背広の間からその反射で見える背広と背広のそう間から反射でその昔のお母さんみたいな顔がずっと俺と目合ってんの。で俺はそう思ってるわけ。座ってる人がそこにいるんだろうなって、でもすんごいこの人そう昭和初期みたいな、すごい白いエプロン着てくるくるパーマかかって、でなんか買い物かご持って座ってて、なんでこんな俺と目合ってんだろうなって思ってたのね俺は。でそのある区間をファンって通り過ぎた瞬間にまばたきしたらその人がポンって消えたわけ、えっと思って、ファッて後ろ見たらそんな人どこにもいないわけ。座ってるのはサラリーマンてかそもそも背広と背広の間から座ってる人の顔なんか見えてないわけ。全員ギュンギュンに立ってるから。そっか。そうだから、その反射の、で見えてる健太の目がこう視線であります、で反射してます、その間にいたってこと？そう間にいる、多分ね、ずっとだからそれを見てて、すごいいいな、なんか時代は古いけども、いいお母さんなんだろうなと思ってずっと見てたんだけど多分あれはその幽霊だと思うんだけど、でそこの消えた場所、ふわってそのよく人身事故が起こると言われてる踏切のところだった、っていう一回だけ俺唯一ある。多分あれは幽霊だったのかなみたいな。多分何も怖い気持ちもないし、ただなんかこうほわっとしたいいお母さんなんだろうなみたいな。そこにもしかしてずっとその挑戦使ってたら、次はお前だよって見てたとかもあるのかな。わかんない。そこまで俺は霊感強くないからでもそんな悪い気はしなかったけどね。そういうことか。なんかそういうこともあるんだろうなってね。俺もなんか体験してみたいわ。まあどっかでするんじゃない？俺はでも最近 UFO を探してる。ああいいね。UFO いいよ。未確認飛行物体ね。UFO を見たいよね。見てこう。一回みんなで呼ぼう UFO。そうだね。富士山ジャストライクディスの時呼びましょう、じゃあ UFO 呼ぶ。富士山によく来るっていうね。そうだね。8合目まで登って呼ぶ。8合目は登る。登るの。バサラカ取る。そこで8合目で。8合目よりお届け。もうそれはバサラカなのか何なのか。いいじゃないですか。まあでもこういうのもね面白いんで、ぜひぜひ皆さん送ってくださいね。聞きたいね。面白かった。ということで本編収録準備ができたのでアイドリングトークはここまでです。本編は毎週土曜深夜1時から FM 福岡で放送中です。ぜひ聞いてください。それでは本編の収録へ行ってきます。